はい、皆さんこんばんは。ご視聴いただきましてありがとうございます。本日のゲストは中村紅白先生にお越しいただいております。どうぞよはい、ろしくおこんばん願いいたします。こんばんは。は、嬉しい。なんちゃって。出ちゃった。出ちゃいやいったわ。やいや、ありがとうございます。ありがとうございまね、す。ちょっと私から軽く中村紅白先生のご紹介をさせていただきます。中村紅白さんは、紙彫刻師、導きがセッションをされている、方です。導きがとは、その方の前世を、中村先生が見られて、それを絵に描かれ、その方の心に、ふっと軽くなるようなお言葉を添えて、お伝えされて、もう涙する方がたくさんいらっしゃるんですよね。このセッション。私も受けましたけども、本当にめっちゃ笑ってる、肩の、ほっとするんですよ。前世からのこのなんだろうな、この背負ってきたものだとか、ふっと見透かされたような、もう、いえいえ。中村さんにかかったらもう、ズバッと本質をおっしゃられて、その悩みもこう、バーって取れて、肩の、荷が取れるそのセッションをされてて、で、もう一方でなんと言っても私大好きなのが紙彫刻。白のマーメイド紙を用いて、カッティングとエボンス加工により、半立体を作り、照明のライティングで光と影を、その光と影の陰影の世界を生み出して、命を吹き込んでいく芸術作品です。で、ドバイでもね、これ、展示会を開かれるなど大盛況でした。で、世界中の方々を魅了していらっしゃって、この道35年以上のこの中村流紙彫刻を追求されている大先生でございます。いや、大先生じゃ。よろしくお願いします。どうもどうも。本当です。すいませんね。もう変なおっさんで。申なんでし訳ございませんです。はい。僕は何をおっしヨーダゃったんでが大好きでね。はい。はい。いや、人の言うこと全然聞かんというね。何をおっしゃいすいますか。ません。すいません。あれですよ、もう私ね、もうヨーダの、もうスター・ウォーズのヨーダが大好きで、あそれこそですね、僕が高校卒業したぐらいにですね、だから18か19ぐらいに、スター・ウォーズがあったのね、あったんですよ。で、そはい。れから大ファンになりまして、今もう65ですが、ずっとこの格好で、この格おー、好でね、それは冗談やけど、はい。というこスタとで、ー・ウォーズ。うん。スター・ウォーズの世界も結構神秘的ですもんね。よく見てみると。すごく神秘そら的な。もうね、銀河大戦の大女子誌ですよ。すごいです。うん。ちょっとね、ごめんなさいね。純子さん、暑いはい。んですわ。脱いじゃってくださいよ。いやいや、ごめん、あんまり変わらんけど、出た服顔。出ちゃった服顔。服が、まあ、そら、もうね、ちょっといや、メガネもかけさせてね。メガどうぞネかどうぞ。けさせね、てね。いや、それね、ま本当に。さに今ね。え、いや、ありがとうございます。いや、いえいえ。ほんと服顔で、耳もほんとにすごい福耳で。服顔言うても、あの、いやね、もう私、ね、どこぞのそうではございませんけども、はい。いや、はい。なんか喋られこうセッション受けると、ほんとに皆さん軽くなられて、涙される方が多いなってすごく思うんですけど、で、一方は私ね、紙彫刻師の展示会に、その後ろね、中村さんの後ろにはいはい。作あ、ごめんなさい。品が、はい。ね、後ろにありますけども、ちょっとごめんね。今ね、見えますよ、すごく。皆さん後ろにこうですよね。飾ってあるのが、こはい。れが紙彫刻なんですけども、これ間近で見たとき、5年前に見たとき、うわって感動したんですよね。で、これを見たときに、夜中になんかシーンと寝静まったときに、この紙とすごい向き合ってる姿がぐわってきて、なんだこの精神性はとかって思って、すごく心に来たんですよね。で、こういう職人気質の方って、一方でコミュニケーションとかがあまり
取るのが苦手な方が多い一方で、私、中村さんのこの導きがのセッションを受けたときに、すっごいコミュニケーション能力高いし、一緒におしゃべりするときもすごく聞いてくださって、すごく面白いこと言ってくださって、コミュニケーション高いなって思って、その職人気質プラスコミュニケーション力って、これ、どういうふうにバランス取られてるんですか？そこすごく気になるんいや、ですけど。もうズバリ言いますけど、このズバリ。紙彫刻をやってる時はですね、うん。宇宙人がやってるんですよ。ああ、やっぱり、やっぱり、やっぱり。ちっちゃいおじさん、ちっちゃいおじさんがここに入ってんですよ。で、私をあ想像してやってくれてるの。はい。ああ、もう手が動かされてる感じですか？うん、そうね。うん、あ僕が、そうですよね。だから例えば、うん、やっぱ僕もこう集中するんですけど、どうん、うしてもこう睡眠不足がずっと何日も徹夜してたら、続いた時にはね、やっぱり自然とこう寝ちゃってんですよ。うん。でも、例えばカッターでこう切ってる途中で寝る時もあるわけ。うわお。うん。んで、寝てるんやけど、そのままの状態で起きて、そのままスッと起きたら状態で、また、何事もなかったように線がこうね、カッターを、こう、刃もそのままの状態で、力もそのままの状態でこういけるわけ。うわ、だから、それはね、不思議ですよ。それいや、と、あんうん、まりこう集中しすぎて、朝の6時か、それこそ夜の6時かわからない時も多々ありましたね。ありあ、ました。やっぱり、それほど集中されてるってことですよね。ですね。そうです。ですからね、僕のこのアトリエと母屋、うん、家族が、おるとか全く違うとこなんだけど、あんまりこう、何日も出てこないから、心配しうん。て、生きとるかどうかいうね、安否確認の電話があるわけ。いや、それは家族にとったら、死んどるかどうか言うて。うん、で、生きとったら出るから、死んどったら出るから。そんな感じなのよね。本当に。安否確認の電話が、それほど、安いや、否確認です。でも話聞いて納得しました。なんかやっぱりこういう、この一流の作品を作られてる方って上から書かされてるじゃない。倉本聰さんもそうですし、脚本家の方もおっしゃってたんですけど、僕が書いてるんじゃない、書かされてるって言って、で、あの方のその舞台とかもその戦争のものを取り扱った時だとか、そういうその戦死された方がバーってその霊がその舞台に来たりだとか、やっぱりそういったその、なんだろうな、この極めてる人、一流の人って、上からすごいサポートが入ってで、こう書かされうん。てっていうのが、そう、サポーターいっぱいですよ、多分。僕一あ人できない、できない。で、もうこれもね、僕はもっと何年前かな。まだ僕が作家じゃなくてイラストレーターの時代。もううん、イラストレーターの時代もこれやってたんで、もう、うん、要は商業美術から僕入ってるんで、うん、その時はクライアントありきなわうん、け。で、クうん、ライアントありきだけど、で、ほら、例えば、某、車のメーカーのパンフレット、いろんなことやったんだけど、その時にもですね、本当に1週間、7日間ね、貫徹の時代ありましたよ。7日間もう7わ日、一睡もできないわけ。へ一睡も、え。それは無理なんですよ。一睡もできないの。それで、なおかつ僕一人では無理だから、その当時のアシスタント一人いてたんだけど、で、その人に手伝ってもらうんだけど、またこれが気に入らない。だから結局、自分がもう結局一緒なんですよ。うん、アーティストの自分でやっちゃうわけ。うん、うん、うん、向こうがやってくれた、おいいじゃないか、いいじゃないか言いながら、ここ直して、ここ直して、結局もう自分が一からやるわけ。うん。ある意味手塚治虫と一緒やね。だからそんな感じなわけ。うん。で、1週間、徹夜した
時にですね、やっぱり幻覚見るんですよ。どういう幻覚ですか？それそれが気になる。例えば幻覚だと思うんだけど、要うん、はほら、よく悟った時にですね、うん、例えばライトの光がですね、うん。こう光がバーッと、まあ、シャワーのように浴びてって、で、それで梵字が見えたり、僕はライトテーブルというのを使ってるんだけど、ライトテーブルの、上からですね、まあ、言うたらテーブルからですね、あライトのが光ってるんですね、はいはい、はい。うん、菩薩テーブルが。さんがうん。ね、回りながら出てきたりね、すうる。わ、素晴らしいや、い。素晴らしいかどうかわかんないよ。でもね、そういったす幻覚とごい。いうか、それが見えてくるのよ。いや、それって一緒に作品作りしてるってことですよね。思う。もう、もう限界まで行ってるわけ。ううん、ーん。もう、修行と一緒なの。なんかね、私すごい思うんですけど、このアーティストさんとか、その職人気質の人って、こう限界まで、その純度を高める、アシスタントの人もちょっと手伝ってもらうけども、やっぱり純度を極めたいって言って、この自分のその純度を極めるのって、かなりの自分も追い込まなきゃいけないし、それこそ貫徹してこの幻想を見るぐらいで、それって、その時ってすごくワクワクするのか、それとも、もうしんどいとかってなると、どういう心の状況なんですか？いや、無ですよ。ああ、例えばね、広告代理店の時は、広告のイラストレーターの時は、うん、そこに穴開けたらダメではないの。うん、だから納期が間に合わん言うたら、これはもう全部デザイナーは困るし、代理店も困るし、印刷も困るし、全て困るわけ。で、うん、僕の仕事っていうのは、僕のビジュアルが一番最後に、で、なんかラフはできてるんだけど、こんなんが上がりますよ言うて、クライアントに例えば説明してって、で、それで、向こうは待ってるわけさ。うん。で、写真を撮っての僕は納品だったけど、それをタイトにしていったら、もう写真撮影も全部もう間に合わないわけ。うんうんうんほうんうん。んで、もう本当に高うん。松空港、僕って香川県だけど、高松空港で、私の作品をそのまま渡して、そのまま、向こうは東京から来て、で、そのまま来た便でまた帰ってということもあったわけ。で、あはい、いう時もあったわけさ。で、その時には、やっぱり、こちらはほら、もう、とにかく間に合わさないかんわけ。うん、ううん。ん、だからよくね、イラストの時のイラストレーターで広告のお仕事してた時は、もうとにかく間に合わす。うもうーん。納期に間に合わんかった全てがみんなに迷惑かける。だからとあにかく、間に合わすんがもう絶対条件なわけ。あ、はあはあはあそこにははあはあ。言い訳も何もできないわけ。へえ。もう極限ですよ。うん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 。で、よくね、その当時のうん。電通で言いたかんないけど、某広告会社もう言っちの、ゃってましたけどね。ディレクターにね、はい。休むとか、もう、僕は例えば、病気でね、もうごほごほ言いながらやってるじゃない。おお、そうか、もう、これできて、でも何でもええけん、これしてからもう死んでくれても何でもええからの、みたいなこと言われるわ。ああ。でも、うん、入ああ、院するんやったら、そうでこの仕事が終わってから入院してくれ、みたいな。す。はい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 。それが当然なわけさ。うん。そういう時代で僕は育ったわけ。うで、ん。ただ自分の作品になった時は、とことん追求するわけなのね。うほんで、ーん。広告の、こう言ったらあれなんだけど、広告のイラストレーターの人は悪いんだけど、その時は、やっぱり時間のせいとか何とかにするわけ、自分自身が。うんうん時うん間がなかったけん、こんだけしかできんかったんやとか、うんがあるわけ。言い訳の用意をしてるわけさ。うんうん。でも、自分の
作品で自分の作品展の時に自分の作品になったらとことん追求するわけ。そこにああ、は素晴らしい。限界がない。自ああ。分がクライアントやけど、自分が気に入るまでするわけ。ああ、自そこの分が違いの大きい違いなんこれ。ああ、それって中村さんの生き方にも表れてますよね。もう自分がとことんその純度を極めてって、その作品作りもそうだし、その人と向そうそき合うときも、う。うん。なんかそれってそういう思いで、普通の視聴者の皆さんも、この私は一般人だからとかっていうんじゃなくて、この自分が、できるところまで、今のできるところまで、限界までっていうところの、その純度を高めるって、やっぱりこれ、私、中村さんといつも話してて、やっぱ大事だなってすごい、思わされるんですよね、本当に。ういや、ん。だからね、僕もそうなんだけど、例えば僕は2016年の、うん。4月ぐらいに、そのドバイで、うん、すごい。作品展があって、うん。で、その時に、2年、1年半ぐらいかな、もう本当に1年半ぐらいとかけてですね、ずうん。っと作品をこうやっていくわけ。うん。うん、で、その時にもうそれしかできないの。ね。うん。もう、うん。仕事も入ってこない。もうすべてそこ。だからもう、もうとにかく、そのために不思議なんだけど、やっぱり他の作品が売れたりなんかいろいろして、食べることはなんとかできたけど、でも、うん。もうそこに集中するわけさ。うんうんうんうで、ん。もう、あとはもう本当に何言うの、もう、後のことを何も考えないわ。もう作品のうんことだけ。うん。朝から晩までずっと作品のうん。ことだけ。で、そういうん。うことを経験したわけ。うで、振りん。返ってみたら、僕が、33で僕初個展でデビューしたなんやっけ、デビューしたんだけど、そのデビューした時の作品というのはジャズだったんですね。僕、ジャズだったの。ジャズの作品。これがすごい。それも、うん、なんだかな、それも1年半ぐらい待ったんか、その間にやっぱ作品するわけさ。で、そのうん。時も、もう仕事を全部断って、ほんでうわ、もう、いい。自分の作品をするわけなんやけど、後で選び合うんやけどな。今まで仕事を来とったとこから全然仕事が来なくなって、あーって感じになるんだけど、いや、でもその潔さすごい。うん。極めてますよそね。んなんですよ。うーん。で、結局、もうその時も朝から晩までジャズばっかりで、もう寝る時も、聞こえるの、こうね、ジャズの曲が、例えばチャールズ・チャーリー・レイです。パーカーのやったチャーリー・あ、チャーリー・パーカー、パーカーの曲が聞チャーリー・パーカこえたり、ビリー・ホーリデーが歌ってたりするわけさ。ー。うん。もうずっとなの。もうはあ。幻聴がすごいわけ。でもうん。そこまでやらないとできないわけ。で、はあ。例えば、あのビリー・ホリデーを、うん。作ってる時には、ビリー・ホリデーをもうそのままやってるんやけど、どうもこう、口なしの花、彼女、あれだよね。うん。ここにいつもつけたら知らんのね。で、その彼女の、口なしの花がどうもこう、写真とかだけではわかんねえじゃん。で、そうん。れが、ちょうど口なしの花が、何月だったか忘れたけど、シーズンで、それをね、生えてるとこがいっぱいあったわけ。咲いてるとこが。で、うん。そこにうん。取りに行っていう、あるわけ。うん。だから、うん。本当にね、これ偶然が重なって重なって重なって、その時は僕、ね、見えない世界のことを全く僕は分からなかったから。あ、でもその3偶然、うん、だから偶然とすごいなと思ってたわけ。ああ、で、導かれたってことですね。うん。そうですよね。ほうん。んで、その時に、ある時に、イラストレーターの時代の時に、夜な夜なやっぱりこう、作品作りは夜中やったから、うん。まともに、帰ったことないですよ。で、その時に夜中に、自分が医師やった人生もなんとなくわかるわけ。もう医者ってこと突然なの。うん、ああ、絵師。絵師。は絵師。いはいはいはいうん、はいはい。絵師ね。はいはい。うん。とか、ええ、ええ。うん、で、それで、それはそれとして、で、うん、2016年の10月、4月に、ドバイで会っ
、まあいろいろあってですね、それで、そのままの作品展をまた香川県の方でやりたいということでやってた時に、2016年の10月9日がちょうど初日の日やって、お客さんと触れ合ってほしいということで、ね、僕はもう宿題はせん方やから、まあ、その当日もう起きてなんとかなるやろいう感じでやってたら、まあ、いかんかったら似顔絵かなんかでお茶濁そかないう、安易な考えだったわけ。ところが、パッとその人が、シアンの方だったんだけど、僕の前に座った時に、はらっという方が起きちゃうの。それは、その人はその人なんだけど、全く違う人物というか、神様というか、それが浮かんだわけ。すごいですよね、それも。その人の、それ、前世とか、その、オーラ体。その時に前世とかそんな分かんなかったから。これなんでこういう現象が起きるんかないうんが、なんでかのクエスチョンだったわけ。ほんで、それで8人ぐらいした時に、まず、その時はもう50分じゃないよ。だいたい15分がそのぐらいだったから。で、それで、最終に来た、女の子、中学校の女の子を見た時に、子供たちがいっぱい周りで遊んでいう感じで僕にとって浮かぶというか見えるというか、そういう特殊な感覚が陥ったわけ。で、それを僕はそのまま書いたわけ。それがそこで、そこの一緒に来てた親がびっくりして、私に言った言葉が、いや、実を言うたらこの子は、1週間前までは、小児病院で入院してて、で、良くなって、まあ退院したけど、良くなった時に、それが、1週間ぐらい良くなって、子供たちが、本当に立ち代わりね、遊びに来てたわけ、その病室に。それで子供たちが見えると言ったら、もう、親がびっくりしてきたわけ。ほんで僕はそのまま書いて、うわっと思ったわけ。僕も思うし、はらっと思うし、親もびっくりするし、まあ、その女の子もびっくりするじゃない。で、それで、1日が過ぎて、で、2日目は、ある中年の女性の方がね、それこそ、なんかウィンドウショッピングやってたみたいなんだけど、僕それ知らないかって、あなたはこれから赤で、全部赤で統一していくべきよ言うたら、今、それこそ、ウィンドウショッピングして、赤が好きやで、もうこれから赤にしようと思っとったとこや、いう感じで言うわけ。それを全てリンクしていくわけさ。ほんで、もう2日目も8人ぐらい終わって。ほんで、あら、どうしたんかな、いう感じですよ、自分にとったら。なぜそうなるかわかんない。今、それで2000人、トータル2000人以上見られてらっしゃいますよね。何人でしたか今、合計。今、2016年、4700、もう4800ぐらいいったかな。そのふとした時間の合間に書いてくれって言われたやつが、今やもう4800ってそう。で、一人一人のメッセージを下ろして。そう。だからね、その時は僕は、初めの頃はメッセージなんかなかったわ。パッと見たら、あなた、前世看護師とかで、あなたこれこれいう感じで、ほんで、なんてそうわかるんですけど、わからんけどわかるんですよね、みたいなことでやってたわけ。で、1000人、自分の中で1年で、1000人を書こうと思ってたわけ。それはもう、それもね、よくほら、僕は人によったら、そういう言葉が降りてきたとかなんか言うけど、僕は、その知り合いとの会話の中で、1000人いうキーワードの数字がやっぱり出るわけ。やっぱり話しとったら、いや、中村さん、それと1000人したらええわ、どうそろ1000人いいよね、とか、そういうノリで1000人になるわけ。でも、そこってなんかキャッチしていらっしゃいますよね。この人が言っ
ったやつをちゃんとキャッチして、で、目の前のチャンスもこの断らずにキャッチっていう、チャンスを掴む力っていうのは、これ昔から、それともなんか気をつけて。それがね、そのチャンスを掴む力というか、それは、例えばドバイで、僕はワールドアートドバイにも参加したんだけど、その前に、それこそ参加する、だから1年か1年半ぐらい前に、僕が、香川県の方で、地元の方でね、個展やってたわけ。堺でというところでね。で、そこで、ある意こう、かかってくるわけさ。こう、個展中の、まあ、言うたら、最終日ぐらいやったと思うんだけど、その時に、その前にですね、ドバイでなんかしたらいいよねってみんな友達で話してるわけ。そうやな、ドバイかモナコだね、みたいなこと言うわけ。ほんで、その後すぐ電話かかってくるのよ。全然知らないところから。プロダクションかなんかで。で、そこが、ドバイで、しませんかみたいなこと言ってくるわけ。まあ、それがあなたが選ばれましたとか、なんとか言うて、甘いこと言うんかなと思っとったんだけど、で、それで、いや、ドバイの話が来た、いう感じで。だけど、そこが、本当にね、自分がこう、冷やかしかもわかんないじゃん。ほんで、その時に、もう東京の人やったから、いや、もう今日最終日やけど、ほんだら来る言うて。ほんで、何時までやったらおるから言うたら、ほんで今から行きますわ、言うて来たわけ。午前中にかかってきて、だいたい来たんが4時か、そのぐらいですよ。もう、本当に来ちゃったみたいな、僕はね。で、それで話してたら、いや、ほんならもう出るわ、いう話で、参加します、言うて。で、それまで決めたわけ。それも出るんでただじゃねえよ。だからそこで、例えばまとまった金がいるけど、その時のまとまったお金というのは、何かな、そのお金というのがですね、まあ1年かかったんだけど、毎月作品が売れてくるんですよ、その自分のこういったやつが。そう。紙彫刻が売れるの不思議なんですよ。まあ行くようになっちゃってるんですよ。何がつながるかわかんないですね。そこで、ちゃんとなんだろう、こう受け取って、なんかそう、だからそう不思議なよね。だから、ここの後ろに応援団が絶対いるわけ、応援団が。すげえ応援団がいるわけ。まあ自分のね、それこそ、ハイヤーセルフもそうだし、まあ宇宙人だけど、そとか、ご先祖族がやっぱこうね、いろいろとこう、応援してくれるわけ。中村さんの後ろについてるのって何って思われます？ついとる。ついとる。まあ言うたら、応援団は僕のご先祖様ですよ。そう。で、僕はもう、そのご先祖様と、ハイヤーセルフというのは、ハイヤーセルフはもういろいろ言う人がおるけど、例えば、守護霊がとかなんとか言うけど、僕はもう思ってない、それは。誰か言うたら僕は宇宙人だと思ってんから。なるほど。もう自分だって、この体の、僕はですよ、この体の中にはご先祖族の霊たちと、ご先祖族と、私の宇宙からの代々の魂が入っていたから。うわー、その宇宙はすいません、ちょっと込み入った話、どの種類で、いろいろいるじゃないですか、宇宙、それはもうレプティリアンもいるし、いろいろいるよ。だからレプティリアンでは、僕はないと思ってるけど、私はもう、ある時に、僕はまあ、アルクトゥールスやなと思ったわけ。はい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 。だって見たからね。見た言うたって、ごめんね、水飲んだけど。見たって、夢でそれとも幻想？それはあんた、夢でやったらまだいいけど、まあ、そうやなと思うけど、瞑想中の僕はこれね、もう僕毎回言うんやけども、そこの PR にもなるんだけど、それこそ東吉野ですよ。東吉野に、いつやったかな、2016年、17年か18年ぐらいやったと思うんだけど、17年かなに、
まあ、花見したいいうことで、お客さんとこういろいろ話してたら、じゃあ、桜見るとこでちょうどこう、いいとこがありますよ、言うて。ちょっと田舎の方だけど、山の方だけどいいですね、って、あ、行きたいですね、ってそこ行ったわけ。東吉野。東吉野の、はい。山奥の、そう。はい。そこに行ったわけ。ほんで、そこが、まあ、古民家を改造して、まあ、ドーム型の、六角形の、ドームか五角形かちょっと忘れちゃったよ。でも、そこで、まあ、サッカーボールを、まあ、半分に切った感じで、うわ骨組みの分が、その部屋にあったわけ。うんうんだからうん。 3メーターぐらいあるんじゃないの。ほんで、そこに、ベッドが、その骨組みのとこに、宙吊りにしていて、でそこに僕が横たわって、こう、瞑想するわけ。で、横に、自分の、こう、私に合った音楽を、こう、かけてくれて、それで横で、そのオペレーターが操作して、で、それで瞑想に入っていくわけ。50分。おー。60分かな。ほんで結構、僕が、すぐ1、2、3ぐらいでカーッとなったわけ。うわ。寝たかなんかわからんよ。わけなんとなく、あーって意識がなくなってさ。うん。ほんで、気がついたら15分ですよ。ほんで、それ気がついたら15分の間に、その宇宙人を見たわけ。見たんおー。ですよ。肉眼で見るように見たの。それが、アルクトゥールス。今ね、純ちゃんがさ、純はいはい。子さん。はいはいはい。これですよまあ、ね。純ちゃんでいいや。な。純ちゃんです。純ちゃんです。そう。そう。その人が出てくるわけさ。で、これで、も、このうん。で集団。僕初めびっくりしたわけ。うん。へで、え。びっくりして、これひょっとして夢かもわかんないから、うん。15分して、パッとね、覚めて、いや、これなんか見た、すごいなと。でもこれ夢かもわからんから、夢やったらまたあれやからね。また違う、話が違うんで。で、また目をつぶったわけ。ほんだらスッとまた行った時に、瞑想状態に入った時に、また今度はまたアルクトゥール星人が出てくるわけさ。うわー。ほんで続き見るわけ。何事もそういう続き見てどうのこうのはないんよ。だからその僕の目の前に座ってて、で、それで、口がね、聞けるんでもなし、なんかわからんけど、テレパシーでなんか話しとんかなんかわからんけど、まあ、それがこう見えるわけ。ほんで、その時に、そこの東吉野の、まあ、一なるというとこだったんだけど、うんうんうん。で、そこで、待ち合わせして、まあ、花見と、まあ、そういった、リトリートですよ。で、それをすると言って、その中の女性の方が、僕の、夢というか、その瞑想中にそれに出てくるわけ、その人も。うほんで、わー。あ、この人宇宙人じゃわっと。ここおったみたいな。ほんで、その主催の、そこの古民家の2人も、宇宙人やんかと。アルクトゥールス星人の、これ、見たまわけじゃないけど、魂入ってるよと思ったわけ。うわー、素敵。ほんで、なんか、ほんで、その人に聞いてみたわけさ。うんその夜にね、いやいやいやって聞きよったら、なんか、そのね、オーナーの人は、なんか小学校か中学校ちょっと忘れたけど、いっぺん気絶してですね。で、うん。その時にね、入っちゃったみたいなんです。うわー、そのアルクトゥルスが入ったってことですか？気宇絶したの。宙人が入ったんだって。で、それへー。聞いた時、これ間違いねえわ、と。へで、その時僕ー。はまだアルクトゥールス星人は僕分からなかったわけ。はい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 。ただ、それで僕はもうもや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 しとるから、そこから帰った後、ね、誰に聞こうかなと思っとった時に、その時ちょうど、フロリダの、人と僕はもう、コミュニケーション、お友達がおったから、フロリダのお友達に、これ日本人の女の人やね。で、聞いたわけ。おい、これなんかやばい見てしもたわ、と。なんやと思う言うて。
ほんで先生それなんかアヌンナキでないけどアルクトゥールスかなんかって分からんけど、いやそうなんかそんなに違うんよほうかな言ってね画像とかそんな送ってくれたわけ。ほなこの人やんが分かったわけ。へえ。何星人なんやみたいなこと言うときにアルクトゥールス見たいよみたいなんで、あそうかなんか似とるけど、ちょっとあれだよね言うて、だから漢字は似とるんだけどブルーでね。うん。あれと思ったわけ。ほんで、1年か2年まではずっと水彩でそれを書いたりなんかしとったけど、なんかちょっといまいちこう自分の中に落とし込んでなかった。2年後にもう正月、2年後の正月やったかな、その時にもう書きたくって書きたくって。うわー、うちから出てくるんですね。ほんでもううちからもう今書かんかっていつ書くんみたいな感じで。ほんで、いや、面そんなどんどん書いたわけ。ほんだらやっぱりこれやと思って、いやー、よく書いてよかったわと。ほんで、それをフェイスブックに載せたわけ。ほんで、載せたらですね、案の定ですね、私を書いてくれてありがとうみたいなね、人が来るわけよ。おー。彼がこんな変わった人来たように銀河連邦笑ったいかんわな、銀河連邦共和国はなんかの名刺持ってきた人おったね。男の人。で女の人は私はブルーですって来たよね。あららーいう感じで、もうこっちははーいう感じやったんやけど、あら来ちゃったわみたいな。いやでもなんか混じってらっしゃるって言いますもんね。地球人に見えて結構混じって生活されてる。混合型とか、もう、カリスマしてっていう、だから誰が、ね、だからさ、だから、僕思ったのが、スピルバーグのミストの遭遇ってあったじゃん。僕はなんか見たんだけど、まあ、ああいったすごいスペタゲじゃん、やったっけ？スピリチュアル。違う。スピなんだスピリチュアルじゃなくて、スピバーグじゃなくて。スペクタクル。そらわかりまへん。そらわかりまへん。スペクタルクル。の、そういったものも、の登場の仕方もあるし、な。でも、今頃は僕そうじゃないと思ってるわけ。どこでもドアみたいな感じで。だから、よく一昔前やったらさ、横の、ここアパートと、設定してアパートとしないよ。な。で、僕らここ、なんかご飯食べ寄りますと。純ちゃんと一緒に食べよる。トントンとこう、ドアが叩いて、で、隣の人が引っ越してきた宇宙人ですけど、みたいな感じで、醤油を貸してくださいみたいな感じで来るわけ。渋だから、そんな感じで来るんですよ、今。わかります。だから近所の人のおっさんかと戻ったらちゃうかったみたいな。いや、あれ普通に喋ってたのにっていうね、あってなんか、そういうふーってくるパターンがなんか最近、なんだろうな、最近コンタクトを多分取られようとされてるのかなってなんとなく思うんですけども。それはもうそうですよ。そう。ね。だからね、僕がそれこそまた話、もう飛びまくるんやけど、だから16年の、10月9日からやって、1000人までの時に、500人から700人ぐらいの時にですね、やっぱりいろんな人たちがやっぱり来るんです。偵察に僕はそれはもう偵察やと思ってるんだけど、で宇宙人っぽい人がね来る言うたら7人ぐらい来るわ続けて。なるほど。来るのよ。こっちから来るの。だから来るんだからしょうがない。だからそういう見えるわけ。なんか地球人ではないわなみたいな。来るんですよ。でもうそれでもう来て、レプティリアンの人も来るし、なんか昆虫っぽいない人も来るしですね、普通目をこうパチパチだけどこういうふうにね
こういうふうにする人も来るわけ。それは、僕が見てやから、向こうがほんまに人間やったらもう失礼なことやわな。うんうんうん。ねそこのね、際どいラインがありますよね。それで、あの、でもそれって、だから、なんとなく見てたら、顔に名残があるんですよ。ああ、めっちゃそわかります。れはね、言葉では説明できにくい。でも名残がある。うんうんうん。ああ、おっしゃってることすごく、なんかあるん。だからそれを、があるんですよ。だから言葉ではないわけ。嘘や言うたら、もうその全部がもうスピリチュアルの人みんな嘘つきになってしまうわけ。でもそうじゃない。ある。で、まあ、その人が来て、で、何しに来た方はやっぱ偵察ですよ。このおっさんはほんまもんかなとか、このおっさんちょっとあれかなみたいなんで来るわけ。へえ、それは質問に合わせてくるんですか？その偵察してるよみたいな感じで。探り探り入れるんじゃない？だからそういう、なんとなくそういう感覚になるわけさ。それを、ほら、勘違い言われて終わりなんだけど、そうでもほら、やっぱり、この世って言葉で、では語れない何かがあるじゃない。そうね、うん。ね、純子さんもそうじゃん。それやろ？見えてるのって、だって小指の、人間の体としたら小指しか見えてませんもんね、見えるもの。そう、その通り見えないものの方があれですものね。そうそう。だからそんな感じですよ。で、それで、例えば、体に疾患ある人たちが来る言うたらば7人か、それ続けてくるわけ、とにかく。続けて何でも来るわけ。で、僕は一番恋愛のね、そういう質問とかなんかそんなもん苦手なんやけど、そう苦手だなと思ったらやっぱそれが来るわけ。7人か8人ぐらいね。続けてそういうのこうリズムがあるわけさ。波動のじゃないですけど、本当に寄ってきますね、同じような悩みの人が。本当に。それわかるじゃん。あなたもね、そうだから、純ちゃんもそうでしょ。だから面白いんですよ。ほんで、そうこうしょって、僕は、1000人までは、本当にもう低価格、もう今の、10分の1ですよ、やってましたよ。どこ行くんでも。で、その時は、やっぱそれ修行だから。当たり前ですよ。修行ですよ。ほんで、もう数こなさないかんがあったわけ。言われる。数こなさない。結局数ですよ。数。その数を極めた先に、何がつかめて、何が見えてきました？中村さんの場合って。だから、分かったわけ。その数の先にはね、それが面白いんだけど、もう本当に20分ぐらいですよ。20分ぐらいで何が分かるみたいな感じ。でも20分で僕やってて、ほんで1000人までは20分やったわけ。で、次から50分ぐらいにしたのかな。もう価格も全部上げましたよ。で、それはなんでか言うたら、やっぱり低価格の時は、はしごの人がいっぱい来るわけ。はしご酒ですよ。あっちで見てもらい、こっちで見てもらい、ほんで気に入るまでこう見てもらうという人たち。要するに自分をこう、持たない人いたらおかしいけど、依存型の人がいっぱい来るわけさ。でもやっぱりその中でやっぱり違う人もいるよ。でも、大半の人がやっぱり自分が気に入るようなことを言われたいから来るみたいな。もうこう言って言っちゃあれだけど、試しに来るみたいな人もおるし。でも、そうじゃなくって、本当に自分の人生を変えたい人とか、もっと本当にこう困って背中を押してもらいたい人も来るわけ。その境目というのが、1万というね、そこの世界なわけ。なるほど。だからそうなんですよ。安かろうで来る人はもう、やっぱそれなり、全部とはもう言えないけど、僕はそう思ったわけ、その当時は。数をこなして、で、数を、自分のその修行のために数をこなして、ある程度数をこなした先に、やっぱり深め、ちゃんとその人とこの時間をとって深めてセッション差し上げたいっていうので、価格も。それをね、ヒントくれたのは、
先生なんで、私の話も聞いてほしいわ。で、その時僕そんなんも全然わからんかったから、言うたわけ。私の話聞いてほしいのみたいな。そうなんやと。言って、前世だけじゃないの言って。前世知りたいだけじゃない。いやいや、前世知りたいんやけど、私の話も聞いてよと。そらそうやなと。なるほど。それはもう、あなたのようと話聞いて、なるほどな。人って話聞いてほしいんやないが、千人に聞こえてわかるわけよ。いや、まさしく、皆さん、だってこの自己需要感を求めてらっしゃいますもんね。自分の話を聞いてほしい、自分をちゃんと扱ってほしいって。要はでも自分が自分の話を聞いて、自分を自分で、ちゃんと扱ってたらそこまでこの、聞いてとかこうはなくなるとは思うんですけども、やっぱり、この自分の話をしたい、聞いてほしいっていうのが根底に、どの方も全員、私も含めて、自分の生い立ちもやっぱり、あれやん、僕はもう、それ大事なんやなと思って。ほんで、そらそうやと。ほんで、今までやったらもう、パッと来て、もう瞬時に、僕1日多くて23人、4人、5人ぐらい見たことあるんですよ。1日うわ、すごいな、それは。どっと疲れません？これ不思議なんやけど、脳が冷たくなるわけ。脳が冷たくなるってどういう意味ですか？いやいや、頭が冷たくなるんやって。なんか、脳の中が、こう、頭の、その脳が冷たくなる感じで、こう、冷たくなるんですよ。冷たくなる。ヒヤッと冷たくなって、なんかもう、ジンジンしてくるわけ。ジンジンしてくる。数が多すぎて、この、温まりすぎて冷えてくるってことですかね。冷えてくるかなんかわからんけど、それで。ということは、その瞬時に、この人どういう人かいうのは、自分の訓練みたいなもんじゃわ。のだって、そりゃ、もう、20分して10分休憩で、ほんで、その10分休憩というのは、水汲んだり、やっぱせないかんでない。筆洗ったり。ほやけど、10分で、だいたい20分で言うたって、だいたいみんな粘って25分か、もう、おからもう29分ぐらい来るわけ。で、僕もやっぱり、そうやな、よったらそうなるわけ。ほんだら、ダラダラダラって、ダラダラでかんけど、こう、遅くなるわけやんか。ほんだらもう休憩ないわ。休憩ない。休憩のっていいやん。僕も今日もそうやったわ。結局休憩ないわ。全然なかったわ。くちゃくちゃ話すけんな。それでいいんですよ。僕はやっぱりその時に思った、これって一期一会やから、ほんだら、そらそうや、もう本当に親身になったらやっぱり、本当に生きるか死ぬかの人もおるし、彼女できんけんどうしようかいう人もおるし、彼氏できんかないう人もおるしで。どないしたら授業成功するかいう人もおるし、いや、この病気どうしようかいう人も、私宇宙人やけどどうしていいですかみたいな人も来るわけ。うわ、器広がりますよね。そんなバラエティの、バラエティの方向。悩みの玉手箱ですやん。なんか面白い。じゃあ、分かってますやん。なんか、玉焼き手箱やで、なんかおったよね、そういう人ね。彦摩呂。彦摩呂か。悩みのこっち置いとこう。玉手箱や言うでな。おいしさの玉手箱、なんかこの口の中がもう、ドンパチやってますよ、みたいな。そう、悩みがドンパチやってますよ、みたいな。でも、その悩むということも、よくよく考えてきたら、私たちは例えば例えばね、例え話でしょ。宇宙人やった時に、科学がどんどん進歩していって、合理主義で論理的でなかったら、分からんようになってきたわけ。愛も。と僕は思ってるわけ。んだら、好きやけどちょっと嫌いとか、ここ好きやけどちょっとここ嫌いとか、この愛のそういったものが微妙なとこが分からんようになってきたんちゃうかなと。めっちゃすごい。なんかもう今、本当にビンゴでそうですよね。この、
本能的に好き嫌いとかって本能的でわかるはずなのに、なんかちょっと小さいところを見て、いや、好き、嫌い、いや、こうじゃないとかって、こう考える頭を、通すっていう、ハートにダイレクトじゃなくて、まず頭を通してしまうっていうのが、やっぱ多くの人がそうなってるのかなって。で、さっきのお話を聞いてても、中村さんの場合、まず、疑わない、考えない、否定しないがあるからこそ、あ、僕はちょっと宇宙人の血が入ってるんだろうな、とかっていう、こういう器の広さが、さらに広がると思うんですよね。考えない、疑わない、否定しないっていうマインドを持つと。でも私たちはこう頭を使って考えて、疑って、否定して、いや、こんな感覚おかしいってこう、否定してしまってるんですよね。そうそう、だからそこよ。だから否定しちゃダメなの。と言いながらな、日常ではね、例えば自分が家庭持っとったら、まあ親子喧嘩だから、まあ、するじゃない、あなたも。あなたはするかどうかわかんないけどね。でも、それってやっぱりうちがこんまやわんの。もうほいけんな、もうよく言われよったうちのおかんにな、あんたな、言うて、アリが放ったようなこと。もうほら、わかるアリってちっちゃいアリがで、ここにこう来たらで、こう放ったらで、うわー、もう虫って言う人もおるやろ。はい、まあそんなもう細かいことあんた言いますないって言われよったわの。そこですよ。だから、まあ、合わんもあるし、僕もね、過去いろんなね、僕もやっぱり、まあ、世間でいう、離婚を経験してますよ。ね。それは僕今までバツイチよったけど、この頃丸一言いますよ。丸一、丸二ですよ。丸一ですよ。そうや。うん。全然大きい丸じゃないのいいじゃん、それは。でも結局はそこで思うことは、やっぱりみんな一期一会やから、ちゃんと、だってね、本当にお金払って来てくれてる、それを、曖昧に済ますわけにはいかんじゃん。そんなことできへんって。だってね、お金が有り余ってくる人もそれおるかもわからんけど、大概の人は、まあ、女性、僕のとこ本当に女性の人が 120% ぐらいですよ。男性が来ても、女性性が強いない人も来るし、本当に、まあね、筋肉マンの人が来てもですね、心は繊細な人来ますよ。でも、僕はみんな思ってるんやけど、それやっぱり、本当に自分が働いたお金で、本当に苦労したお金で来るんだから、そんなあんた無限にはできへん。それはおかしい。ああ、素晴らしい。いやいや、素晴らしい。あなたもそうじゃない。結局、そういうこと。だから、とにかく好きにならないかんと思う。僕はそう思ってるよ。だから、パッと初対面でも、もう、いいとこがある。いいとこを見つけるとおかしいけど、長所がやっぱり見えてくるわけなの。な。長所ありますね、旦那さん。そらみんなええとこありますよ。今日の方もそうだったけど、やっぱりみんないい人ですよ。基本。でもやっぱりスピ系でやっぱりこうね、来るという、自分を変えたいと思う人が多いから、前世どんなかなとも来る人もおるんやけど、やっぱりそこでは、やっぱり自分を何か、こう、殻を破って何かしたいわけ。それで来るんだから、そんなんこうやな、言うんでな、やっぱりこう、いや、こう、なんか無限にはできんわ。それがあるよね。それはもう、作品作るときも一緒じゃん。やっぱり人間性が出る。ああ、そっか、作品そのものにもやっぱり人間性出てるし、その導き側の、あれもすごく人間性が、やっぱり何を通しても、この人の波動っていうかエネルギーは作品を通してすごい出てしまう、その人間性だとか。だからその純度が高くて、ああ、すごい優しい、繊細なお方なんだなっていうのが、すごく最初にその作品を見たときに、すごい。いや、僕は先生かどうかはわかんないよ。でも、まあ、あれだよね。
自分に嘘つけやわんの、そういうのな。う本当にーん。そんな感じですよ。自分に嘘ついたらすぐわかるし、ましてや、やっぱり、みんな見る目ありますよ。うん。いや、そうですよね。自分にね、こう、私もなかなかこの自分に嘘つくっていうのが、小さい時からあんまり好きじゃなくて、でも、自分に、嘘つかなきゃいけない状況とかも、この現代社会であると思うんですよね。この、自分のこの感情をちょっと押し殺してでも、社会に馴染まなきゃいけないとか、仕事しなきゃいけないとかっていろいろあると思うんですけども、こう、一つずつ一つずつこの自分に嘘をつかずに、自分の心に寄り添って自分の純度を高めるには、何が大事だと思われます？やっぱ素直さやろ。だか素直さ。ら、何を無理して生きよったら、やっぱりどっか疾患が出てくるでない。精神的になんかもう行きたくないなって、僕はもうすぐお腹痛くなっちゃったけど、そんなもんですよ。どっかこっかあるわけ。例えばそれがアトピーに出たり、やっぱり体に出てくるわけさ。でもそれでもみんな行くやんか。そんななるわけないやん。お医者さんに行ったら、ほんなら注射1本打っときましょうか、言うて、そんななるわけないやん。はい、はい、はい。やっぱりどっかこっかやっぱ無理してるんですよ。そうですよね。体に、出て、それを、また騙し騙しでやるか、それとも騙さず、やっぱり自分の心の声に聞いて、ちょっと休もうって立ち止まったりだとか、それが大事になってくることですよね。結局な、スピリチュアルもスピリチュアルなかっても、やっぱりな、人間性。だって地球人に生まれてきたんだから、そうやっぱり人間として生まれてきたんやけど、やっぱりその人間性というのは、何か自分に素直に生きる系で勝手気ままにせえいうことちゃうやんな。人の時としたら顔色を見ながら、なんか自分が浮いとるかなと思ったら、いや、それは協調性がないということや。その辺も、があってのことはバランス取れた中でいかんいうことは、やっぱりみんなわからないかんわけ。なるほど。自分の心もちゃんと見ながら、そして周りともバランス。だからそれでもう会社、もう、なんかもう限界やなと思ったらやめてええんやがな、別に。誰じゃやめたらいかんことないんだから。なんとしても食べれるんやって。食べれんと思ったの自分だけやし。で、例えばね、何を、俺はこの会社でおらんかった俺が、もうみんなが、もうこの会社が困るんやと、もう全部大いなる幻想やけ。大いなる幻想。大いなる幻想。そうや。でも、あんた一人おらんかったって会社回りますよ、みたいな。それがな、なんか変な自信があるやつは、俺がおらんかったら困るんやけど、全然困らない。代わりはなんぼでもおるんですよ。代わりはなんぼでもおるし、じゃあ自分は何をしたいって、この、一つの命、後悔せずに生きるには、じゃあ何をしたいっていうことですよね。だからその何をしたいのを見つけるんが、上手い人と下手な人がおるけど、それはやっぱりあれだよね。結局、やっぱり自分がしたかったものを素直に、あなた何がしたいん言うたときに、僕って何したいんやろか言うたときはもうやめようがええんやって。やめたって一緒やから。例えば、もう彼女とうまいこといかんやなったわとか、彼とうまいこといかんやなったけん、ほんだらどうしようか言うたって、うまいこといかんやなったらやっぱり全部自分自身やけど。答えは自分の中にある。人に認めたって無理なんやって。結局自分ですよ。何しても。全部自分の中に答えがあるから、自分の望みを明確化にしたり、自分の、感情に素直になったりっていうことが一番大事になってくるっていう。そこをね、オブラートに包んだり何やねんって、もうあの人がこうしたら、あの人がこうなんて言うたら、そんなことばっかり言うんではいかんわけ。でもそれを大概の人はね、気づかんねって自分が何を言うか言うんが。それはそうやんか。で、どこか自分で決めるっていうよりか、人に決めてほしい、人に責任を取ってほしいっていう、精
潜在意識的になんかあるような気がするんですよね。自分で決めた。今のと一緒じゃないの、うん。それやったら。だかあら、政治も中途半端、全部が中途半端になっちゃう。で、うん。そうではない。ちゃんと自分が明確にこれをしたいんやと思って、やっぱそれに行かないかんわの。う努力せんん。と言うなっちゃう話やわ。ういっぺんしん。てから物言いなさいよ。それあもうちもう困ってくよくお母さんに言われ終わったんですよ。もう、あ。投稿やって。はあ。お母さんに、い中途半端に人間でもうすぐ逃げおったですよ。それよう言われましたわ、もう。うん。もう、今お母さんは、うちのおばあちゃんも95ですね。95で、今も施設に入って、もう第まだ三の人生ですよ。そう。もう、ちょっとね、英語やにね、地方になって、ね、わー、みんなハッピーやーいう感じになってますよ。それでいいの。すごい誰ね。がそんなの、全然それでいいんですよ。うん。だから、すべて結局は、この世に生まれて来る前に、神様と、ね、ハイヤーされる、いろいろあってですね、そこで生まれる前に決めてきとんやから、自分のスケジュールは。そうですよね。そだから、れを思い出す。うん。だから、うん。それでいいの。うで、ん。みんな深く考えすぎ。うーん。考えるからもう一歩が出るようになってしまうわけ。もああ、ひらうね、めいたら僕はもう大好きな植木仁が、とにかくやってみようですよ。ね、ハッスルですよ。そう。無責任ですよ。そう。無責任男なの。だからそれでいいんですよ。ハッスル、とにかくやってみよう。今度、とにかくやってみようで、今、パッと思い出したんですけど、中村さんの最初の、後ろのね、紙彫刻始めたのって、さっきのチャーリー・スパーカーの聞いたときに、黒人を白い紙で、表現したら面白いじゃないかって、あの曲を聴いて、パッとひらめいたやつを、作品にしてみたっていうエピソードを聞いて思い出したんですよね。ひらめいてそれを作品にするってやっぱりすごいですね。ひらめいて行動するっていや、いう。これはな、うん、やっぱりな、デザイナー時代に、うん、だからイラストレーターの何でもしょった時代によく言われよったわけ。お前もうな、例えばプレゼンテーション。僕は広告の方やからプレゼンテーションってあるやんか。で、はい。一つはクライアントありきの、クライアントの通りにするわけ。うん、一つは折衷案。うん、で、もう一つは自分の案。うん、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 いつも言われた。お前な、言うてディレクターにね、名物ディレクターに、お前何のためにお前お前のこの頭ついとんや、帽子の代か、言うてな。それやったらやな、お前の3つぐらい案出してこいよと。うなーん。あ、それは常識じゃわと。へえ、はい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 、3つ。だからな、それな、結局自分の案、ほんで、その折衷案で、折衷案、自分の案、ほんで、クライアントだけの案、言ったら、その中で選んでもらって大体わかるでない。折衷案がいいのか、時として自分の案がええかもわからんし、で、クライアントの案がやっぱそのままええかもわからんよ。でも、その3つなかったら比べようがないでない。ああ、面白い。それも、いろんなこの出しながら、人の意見を聞きながら、バランスを取りながら、自分も大切にするけども、自分一人じゃ、生きていけないから、自分の案も出しながら、相手の意見も伺いながら、バランスを取る。自分の自己確立も大事だけども、相手とのバランスも取るっていうのも大事っていうことなんですよね。だからよく言うのは、ほら、もう自分が例えば、彼氏と別れたらどうしたらええやんだか、ほんで、離婚、そんなあった時に、話があった時に、じゃああんた食べれますか？同じで特に言われるやん。食べれんかったら別れてもええ。食べれんけも別れん。でも本当にそれって正直。うん。うん。うん。
ほんだらそれを、ほんなら何や、あんたお金、で、こう、あなた採用されるみたいな。いやだってー、現実的にそうやのにって言う人おるやん。ほんで、うん。現実的にそうやけど、それ分かれんでみて自分で自活してるの分からんやんと。な。うん。ほんで、本当に死ぬ気で、ほんまに、別れるんやったら、あんたも住み込みでどこでも行けるやろと。ういうこと。ーん。だからそこまでの、あれはない。うん。僕も一緒。例えば。うん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 。本当に従ったら、それこそ僕はもう、広告代理店辞めた時に、大阪行こうと思っとったんやけど、結局、もうそれがダメやった。それはもう家庭のせいに僕したわけ。ほんで自分がビビっていけんかったわけ。うん。ほんで、でも、どうしたらええんやと。ほんなら僕は折衷案で取ったわけ。こっちで降りながら、田舎で降りながら、東京の仕事、大阪の仕事をしたい。ほんで一番早い話がどうしたらええか言うたら、有名になることやろ。で、有名になる言うたらどうしたらええか言うたら、コンペに出したらいいんですよ。うコンペテわーション。ー。そうやろ。なんかのコンクールに優勝したら、わかるでない。あ、田舎の、香川県の、中村浩二いう人が、もう僕はもう、その時紅白出なかったから、中村いうやつがおるぞと。これちょっと面白いやつがおるぞ、いうんがわかるでない。そういうことあ、なの。面白い。A か B かって言ったら、A も B もきついしな。いや、答えは A と B 以外にあるぞって考え出すっていうところも。そこや。だから、本当は僕はもう東京行きたい、東京行きたい、大阪行きたいとかあるんや、やっぱうんり。うんうん。でも、僕は高校の時から挫折しとるわけ。それはなんでか言うと、お前悪そうやけ、行ったらいかんみたいなこと言われたわけ。それはな、半分を取ったわけや。多分向こう行ったら、専門学校やなんか言うとったけど、これいかんとしめしめと戻ったわけ。図星のとこやって、しめしめ、こう親のお金で行って、向こうでこうな、こう思いっきり遊んで、やったーと戻ったわけ。それを学校の先生は呼んだわけや、それな。こいつはやばいと。これ絶対いかんやろと。ううん、もう鼻ーん。から行く気はないなと。うーん。もうお前そんなにやったら学校の先生の OB でそれこそプロダクションしとる人がおるんやけどどうやみたいな、あそれ縁違うみたいなことになるわけ。うほんでそーん。れでまあねいかんかった。それいかんだ僕よかったと思うとるわ。でうん。だって僕ね今の自分がないわ。言っええ。とったら多分僕のことやから誘惑にすごく弱いから行って毎晩飲んで歩いて遊んで挙句の果てに借金してほんでまた帰ってきていやーん言うて、やっぱり東京なんて無理いう感じで思っとるかもわからんけどな。うーん。なんかいろんなことが、偶然じゃないけど、こう、タペストリーみたいな、紡ぎ出されて、このいい形になったってことですよね。そういろんな選択肢あるけども、導かれて、本当そうに今が、うん。今があるの。だから、僕は9.11の時も、アメリカのテロがあったじゃない。あのはい。時も向こうで、9月、その時の1909、いつやったっけ ?9.9、9.11で、9月のね、27日か28日か4日ぐらいやつ忘れたけど、向こううんうん。で2人展があったわけ。ニューうん。ヨークで。それ行けんかったわけ。うん。テロで。うん。そんなのもありますし、ああ。だから、阪神・淡路大震災の時もそう。ニューヨークから僕の知り合いが、ディレクターの人が来た時も、大阪に会いに行く言うたんが、その人がその時に疲れてて、その当日でなかったら、で、阪神・淡路大震災の当日、僕は前日に前乗りしようと思っとったんやけど、それがダメやったわけ。当日うんうん。に行くつもりやったんが、それがダメになった。ということは何かやっぱりこう生かされてるというか、一体いかんよういうこう何かがあるわけ。すごい。そんなのが分かってくる。それほんと守られてる感じですよね。ほんとになんうん。だろう、
の自分一人で生きてるようで、すごく後ろの、自分たちはその命のバトンのエッジ、先端にいるだけで、すごい背中を押してもらってるのを感じれるか感じないかっていう、あれだと思うんですよね。すごく誰でも、もうご先祖様とかも後ろの押してもらってるんですよね。押してもらってる。それはね、もうよう分かったわけ。僕がね、高校の1年時にか、もうね、僕はほら、背がちっちゃいしですね、ほんで、子供ある側やし、なんでこんな体に産んだんやみたいにね、もうおかんにバリ雑言言ったわけ。もうすぐおかんが出てくるんやけど、マゾコンではないよ。で、もうその時にリーゼンとか決まらん。高校の時にリーゼンがこうやって決まらんで、丸がやって決まるわけな。ポマードもつけてないんやんけ。アイパーやってしてないんやんけ。それ分からん。でもその時に、もうこんな、もうしてもいかんけん。もうこのままもう中途半端で出ていったわけ。学校行ったわけ。その時にチャリで行きよったわけ。ほんだら途中の横断歩道のとこでやな、一台の車がやな、ずーっと来てやな、僕跳ねたわけや。おー、跳ねられたんですか？跳ねられたわけ。それが面白いんや。その時にうちのおかりの、こんな体に産み上げてないから、ガンにすごく喧嘩するわけ。親子喧嘩して。ほんだら母親が、工事そなんやったらお前バチが当たるんぞ言うて言われたわけ。うわバチが当たらんわ言うて口の下3分ぐらいでバチ当たった。めっちゃそれすごい。うわほんでその時に僕思って、バチ当たっちゃったと思ったわけ。でそれから体の区役は絶対言うもん違うなと思ったわけ。うわ本当に。ほんだらもう僕も骨が折れとんかと思ったら骨折れてなかった。うわでその当時のおばあちゃんがなんかもう工事痛かったの言うても足をさすってくれたりねした時にもうこれはもう絶対もう体の区役とか言うもんでないなとここに思ったわけやここのとこに。要は小児に行ったわけ。でも素敵なエピソード。素敵なエピソードでもないかわからんけど。だからそういうのがあったわけ。身をもって感じてるじゃないですか。でも本当にやっぱりそれって与えられた体、とかって与えられた親だとか自分でも選んできたじゃないですか。体とか親とか。それをどう不満だとか言うのって言うとすごい状況も悪化するし、でもどんなに辛くてもやっぱり与えられたもの、体とか親とかに、ありがとうとか、感謝の気持ちを持つと、すごく人生が開けてくると思うんですよね、すごく。だからその時に僕本当に思ったわけ。これバチ当たったわと。これ二度と言うもん違うなと思ったわけ。だからね、ある意味感謝やな。うちのおふくろも粘り強かったんちゃうか。こんなろくでもない一人息子やけど、ほんまよう大きいしてくれたみたいな、ありますよ。いや、なんかすごいお母様の愛がすごく、さっきからすごく感じるんですよね。結構やんちゃで道外れそうだけども、おおらかな気持ちで、ちょっとまたあれだったらピシッと言ってとか、厳しいこと。でもなかったけどな。見守るおおらかさ。なんかもう、あれだよね。迷惑よ。いっぱいかけてますよ。高校行くときにもう夕方になったらもう本当教師がねちょっとおかんちょっと呼んでこいみたいな。またかみたいな。もう本当もう6年やがったわ。いやでもすごい。いやでもその頃からなんだろうな、この魂っていうか
出てたんでしょうね。この普通じゃ収まりきれないエネルギーとかがあったんだと思うんです。そうかもわからんね。だって、高校でまともに僕行ったことないんやけど、まともに行ったことないことはあれやけど、ね、あれですよ。作品、要は僕はね、デザインの方の学校やったから、デザインの提出物は出しとったんよ、これがまた。ポスターの提出物とか、グラフィックデザインの提出物やったら、もう徹夜でも何しろ、その時からもうしとったわ、それはな。それは面白かったりしてた。だからもう全然もう面白ないことはもう、こう、歌詞にもせんわな。いや、だから、結局変わっとった。変わっあれですよね。でも自分の好きなものに素直だったっていうことですよね。先ほどもその素直が大事っておっしゃってた。ご自身もこの、もうそう、好き嫌いというか、好きなものはこう入るんやけど、使うものは全然入らんかったわけ。だから、栄養も全然ダメやし。だけど、まあ、喋らんかったら喋らんでね。まあ、僕やったらもう、ニューヨークとかで自動車にいた時あって、まあ、ね、片言の単語と、あとはもういかんかって絵描いたらええんやけど、イラストで。それでいけたから。絵で通じますもんね。でもその、讃岐弁ですよ。一番やっぱり大事なのは、その自分のその好きなものは何かっていう、その、まあ、小さい時から絶対好きなものって絶対あるし、それを、その視聴者の皆さんもこの好きなものに素直になるっていうことが一番、やっぱりその、ワクワクして生きるじゃないけども、この本当の自分を生きるっていうことなんでしょうね。本当に自分の好きなものに気づくっていう。僕はいつもやっぱりなんとかなるなと思っとったけどな。いいな、なんとかなる。そうですよね。なんとかならんときはな、テストでそんな点はなんとかならんで。な。だからまあ、それであんたもう一生が終わるに違うんやけどな。いつも思っいや、ほんまや。いや、ほんまですよね。なんとかなりますもんね。なんとか生きれますもんね。そう。怒られるときもそうやったわけやな。もうこれちょっと黙って聞きよったら、もう時間が解決してくれるなみたいな。なんか思っとっただけど答えてないわの。でもそんな感じやった。結局何でもそうやけど、もう日にち薬ってよう言うやん。そういうことなんやって。そこでもう一生の何言うんかな、もう悩みでもうここいかんかったらもう私はもう死んでしまいそうみたいなことを思ったって、その1年後にはケロッとして結婚したりする。そうですよね。今抱えていらっしゃる問題とかも1年後にはケロッとしてる、そういうことですもんね。こんなに。だからということは日にち薬なんやって。全部時が解決してくれるわけ。それが分かっとったら、悩まんわの、みんなの。深い。でも、それってなかなかできんことじゃわの。生きてたらやっぱそれでできんや。でも、そこやわ。もうそれはもう、何を、もう一生のな、深くみたいに言いますなよ、深い。そうですよね。この、すごい重要、大事ってなっちゃうけども、そんなに1年後したらそこまでそんな張り詰めなくてもいいよっていうのが、やっぱり日にち薬っていうのはそこですよね。その、1年経ったらその自分の今の悩みも悩みでなくなってるから、そこのふっと視座を上げて回復できる。それはもう順序で一緒やんさ、あんたな、あなたもで、まあ恋愛な、過去なんかしたか分からんけど、その時でもうこの人の中でいかんわいう人もおったやろ。だけどもうそれで、それがいかんやなってて、うわ、もう私はもう生きていけないわみたいなことになってないわのさ、あなたはな。でもそういう時もあるはず。な、当たり前や、そんなん。だけど、あんたもうええ男やったら出てくるかな、そんなんの。そんなもんなんやって。人生そんなもん。いや、なんか、ちょっと元気出てきた。元気出てきた。でもあれやの、スピリチュアルと全然違うやんかな、これな。めっちゃスピリチュアル話しましたよ。めっちゃありがとうございます。もう1時間、20分過ぎちゃった。ありがとうございます。うわ、なんか盛りだく
単に、アルクトゥルスから、この、なんだ、この人の悩みだとか、この素直に、自分の感情に素直になるだとか、いろんな話が出てきましたね。そう、もういややっぱりね、話飛ぶんだわ。ごめんな。もういつもそうなんだけど、まあ、これがやってややこしいけど、本当。これが私も好きなんですよ。このいろんなところに飛ぶのが、本当に、その出てきた言葉が、その見てる人にとって絶対大事な言葉なので、うん。だから、私たちもこの自分で意図せず、こう降りてきてるんだと思います。いやいや、もう、ほやけんな、もう、なんぼいろいろ書いとったって、スケジュールみたいなの書いとったってもう一緒。守らんけ。守らなきゃ一緒。一緒。もう、ほんま、なんでこのデジメ通りにせないかんのみたいな。誰が決めたみたいな。もうすぐなそう思うわけ。これって誰が決めたみたいな。わかります。私もそっちタイプです、本当に。いや、よかった。ありがとうございました。長時間。ありがとうございます。いえいえ、とんでもございません。ごめんね、もうこんな拙い話で申し訳ないんやけど。すごくいい話でした。すごく皆さん響いてらっしゃると思います。いろんな、スピリチュアルの話から人間的なその悩み、自己確立をしてバランスも取るっていうことだとか。うん。結局そこやろ。うん。本当に。やっぱりなんか、どっちかやっぱバランスがこう、取れてなかったら、やっぱあかんねやと思うわ。うん。スピリチュアルも大事だけども、自己確立っていうか、地球人として、自分のやるべきことだとか、自分のしたいことに素直になって、ちゃんと地に足もつけながら、でも、目に見える世界だけじゃないよ。目に見える世界も大切にしながら、バランスよく生きていくっていうのが大事ってことですよね。だって、やっぱりそう、ほら、スピリチュアルっていうのは、やっぱり襟正さんかったら、とかくほら、スピリチュアルに逃げとるとか、なんかそんな感じで思う人もいるじゃない。だから、だから、ここはできとったって、もう、例えば、よく当たったって何した、当たる当たらんで、やっぱり人様やっぱり言うわけ。でも、そうじゃないの。やっぱり自分自身の問題なんやけど、やっぱり人様にこう、なんかジャッジしてもらいたい時ってあるじゃない。そういう時に私たちの出番なんですよ。ちょっと背中を押してあげるぐらいでええんですよ。それね。ちょっと背中をちょんと押すだけで。でもそれと、本当に、それをこう全部全面的に押して、ああ、いや、ほんだらこうな、言うたら、それは、いらんお世話な。宿題、みんなそれぞれ宿題持っとるから、その宿題を全部してあげるわけにはいかんわけ。自分で悩んで自分で答えを出すっていうことが一番大事。でないと少年にいらんわけ、みんな。だからずっと、もうでないとずっと依存になるわけ。ということは自分がなしになるわけや。神様がこうよった、あの人がこうよった、あの人がこうよった。あんたはどうよったみたいな。あなたの考えはどうですかって時に、それが明確に言えない。だから、話が、そこでね、理屈言うたりするけ。もう、その理屈言い出したら、もう、全然僕のここに入ってこんわけ。ハートに全然入らないようになるわけ。ほんで、もう何かわからんな、あんたね、言って。で、やっぱりこうでしょ、言うたらそこがパッとくるから。それこそやっぱり1にも2にも自分を知るっていうことが大事な作業になってくるんですよね。多分その自分で自分を知るっていうのは結構それこそ自分が好きなことだかとかやりたいことっていうのを本当に自分と向き合う、まず自分と向き合うっていうことが本当に大事になってくるんだなってすごくお話を聞いてて、思いました。で、やっぱり僕もパッと今もお話ししてて思ったことは、これって全部やっぱ神彫刻とか、僕は自分自身にやっぱりこう、素直というかさ、逃げれん状態まで僕言っただけこれができるんかもわかんないよな。それ思っちゃったわ、今。もう極限まで行って、もうニッチもサッチもいかん状態で、崖っぷちまで来て、でもこれやらんかったら誰がするん言うて。
僕が逃げたら、例えば古典の時でもやっぱり僕が逃げたら古典できんようになるやんか。だからそういうことやわ。僕、そういや、今思い出したわ。もう、その、搬入の時の、搬入の1時間前に僕はできた、もあったし。うわー、すごい。ここね、逃げたら終わるんや。で、自分がこれの作品をしたいけど言うて、それでせんかったらもう、それはダメやと思うわ。結局、逃げれないってことですよね。そう、なんぼした、僕やって今、2年越しの下書きした作品僕掘ったるよ。でもやらんかった、今もやらんかったいかんないがもうふつふつ来とるわけ。それでもまだやってない。ということは、やらないかんことやがな。それをずっとここにしこりになって残るいいことや。自分自身もあるわけ。なんかそれ、なんか、近々それまた手つけそうですよね。なんかこの話から。見てみたい。もうつけないかん、時期に来たわの。でないと僕やったらほら、いつまんでもこうね、65ですよ。ほんならもう、ほんまこれ今パカパカやんじゃるけど、老眼鏡がもう絶対いるけん。老眼鏡ずっとこう見てもね、せなあかんじゃないですか。やっぱり時間のそういった肉的なね、あれはあるよ。いつでもかんようが。そっか、やっぱりちょっとその期限っていうか、その自分のその命の有限さをやっぱり考えて、じゃあ残りの人生何をしたいのか、どう自分は生きたいのか、何が好きなのかってもう一度立ち止まるっていうことが本当に大事っていうことになってくる、だからそういうことや。こういった導きがね、あなたもそうやけど、前世の本でこう人のお話聞いてやってたら、やっぱり自分がでもなしに、人がね、相手でもなしに、やっぱりなんかうまくキャッチボールができるようにならないかんでね、結局は。そういうことやんか、コミュニケーションや。なんぼ同じこと生徒のことを言うたって、いや、神さんが夜けんこうでなかっていかんことはないんですよ。その人にとったら。いや、まさしく本当そうですよね。だからその人がこう許容範囲でできる、今世でできんかったら来世でしたらええんけんの。ズバリ、本当にその通りです。本当に。今世で決めて知らない方もいらっしゃるけども、やっぱりでも、来られるってことは今世でやりたいってね、そうや。来られる。そう、来られるんですよ。でもそれで中途半端で、できんかったわ、でもえでないと僕はそう思うわけ。もうそのことやと、ほんで来世がほんでなかったらどうするんですか。来世がなかったらそれはそれでもう縁違う。あんまり失語言言いますなと。もうそれはそれであんたもう中途半端になったらそれはまあさあんたの人生やったでもう終わったかいか僕の人生。だからそうでも一番大事なのは自分がやろうと思っててやってるよいうんが大事なんや。みんな結果言うやん。違うなやっぱりの。大概昔のほら先生はね、ええこと言おったわの。努力が大事。やっぱり努力大事なんです。大事。やろうとしておる気持ちは前向きであるか後ろ向きであるか全然違うから。結果はまあ後からで、その結果云々っていうよりか、そのやろうとしている姿勢だとか、やってることに対して、すごく尊いことっていうことですよね。本当に。そう。だって結果なんて自分が決めてきておることやから優勝するやって優勝するし、オリンピックでもそうやん。いかんときはいかんのですよ。でも自分でこうやったからやないんやけど、そんな、例えばスケジュールが自分で決めてきとったと思ったら、別にいいじゃん。なんか違うかわからんけど。でもそういうことやんか。ほんなら例えば昔の誰やったかな、ドーピング選手もおるやんか。それでも勝ちたいって。そんな不正したってやっぱりあかんねやって。
やっぱり正々堂々と、やっぱり潔しでながっていかんわけ。うわー、なんか身に染みるな、その言葉。深いな、だってそれ、そうですよね。プロの人、それやん、不労収入得たいんですよねって、あんたちょっと待ってくれと。あんた、それわかるけど、それみんなそうやでと。ほいら、あんたほんなもう、バイトしたことあるんかと。いやもうそのバイトもいっぱいしておりますなんや言うたって、で、不労収入したい言うたって、ほんなそれで、ほんな儲けたらそれでええんみたいな。で、あんまり、その、民主主義で良くなったさやなるんやって。そうやろ勝ち組、昔やったら勝ち組、負け組言うてな、ちょっとでもほら、その、何やろ、努力せんとこうすることが、さもいいことみたいに言うた人もおったけど、そうではない。世の中そんなことちゃうと思う。そこにどういう姿勢を持って、自分が魂を表現するかとか、自分がやっていくかっていうことですよね。その物質的なことっていうよりか、自分がどういう姿勢で、どういうあり方で、どういう意識でそれに取り組んだかっていうことが。そう、だからね、やっぱそこやと思うよ。だから一番もうやっぱり後輩たちに残さないかんのはやっぱり自分のこの何かアイデンティティとかでそういったもんでお金を残したっていかんわけやんか。どういうそろお金例えば自分の子供に遺産残したいんですいう人もおるけど一生困らんようにしてあげたい。それはみんな思っとる。でも一番大事なのはどういう状況でも食べれるように自分でさしてあげるんがほんまや。それは得意分野とか絶対取り柄がみんなあるんやけど、取り柄がない人ってないんですよ。そうですよね。絶対皆さん、何か持ってらっしゃいますもんね。いいところ、その得意な分野だとか。そう。人を愛することが好きなんであってな、ほんで、一人の人を愛するんがいい言う人もおるやろ。でもそれで得意分野と思ってやったらで、夫婦分けることはねえわな。私はあの人に一生ついていきます言うたらついていってあげてええじゃない。途中で、いや、やっぱり気変わりましたみたいに。要件ちょっとややこしいんやけど、僕もあの人のこと言えんけどな、それは。でもその時のその自分がそうだって思うことに一生懸命するっていうことが、その時一生懸命してワクワクしながらこの魂を表現するっていうのが大事なのかなってすごく、思います。変わったって、自分がその時内から出てくるものをこう出して表現して、この人を勇気づけるじゃないけども、していくってすごく尊いことなのかなって、思いました。やっぱりそうなの、本当にね、ワクワクウキウキとかさ、ルンルンでもランランでもええわな。それで、それが一番ですよ。みんな思ってることはそこなんや。もうすべての僕は人類のそこやと思うよ。ウキウキとかランランワクワク。それがなくなったら、どうやなる？シクシクとか。ドキドキとか、そわそわそったが、ね、困るじゃん。でもそういうふうにやっぱり明るい世の中に作っていかないかんいうことは、これはもう、人類共通の、目標というか、そこだよね。ワクワクする。ウキウキする。世の中を作ってあげた。そう。そこ。ウキウキする世の中を。ありがとうございます。ですよ。その通り。ごめんね。なんかない。いや、もう喋ったらずっと朝まではいけんけど。朝まで2年ちょっと貯めてる、2年前に取り掛かったやつ、ちょっとまたやってくださいよ。またやってくださいよ。やるよ。これはやります。ワクワクウキウキしながら、ぜひ。そうですよ。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。皆様ありがとうございました。
まあ、結構いっぱい、見てくださってありがとうございます。コメントもありがとうございます。そうなの？ありがとう。ありがとうございはい、あります。がとうございます。ではでは、良い満月をおやすみなさい。ごきげんよう。ありがとうございます。満月だったの？今日。満月です。すいません。ありがとうございまはい、す。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。失礼します。